今日は、ミクさんに、来てもらってます。実際に会って、香川県の手島っていう島に来てます。はい。で、えっと、実は、今日から私とミクさんは、タメ口です。はい、そうです。なんでそうですって戻ったのそうだよ。そう、なんか今まで、仕事であったから、ずっと、デスマスを使った、会話をしてたんだけど、今日からタメ口になった。そう。どうなんか、最初、メッセージするときは、なんか変だなと思った。そうなんだ。へー。でも今日会って、タメ口で喋ってても全然違和感がなかった。最初の方だけタメ口で喋ってるってちょっと思ってたけど、でもなんか、1分後ぐらいに、30秒後ぐらいにはもう普通って思ってた。そう。で、今回、ミクさんの方から私に言ってくれたの。タメ口。タメ口やめませんかみたいな。でも本当言ってくれてよかった。本当？何回も動画で話したことあったし、で、1回大阪で会ったじゃん。でも、まだ、敬語だったから、なんか寂しいなと思って、さゆりさんに聞いてみた。ね、同世代だしね。そうそうそう。だから、ね、今すごいタメ口で話せて、なんか友達になれた気がして。嬉しい。嬉しい。慣れた気じゃない。慣れて嬉しい。やっぱり、普段は私は基本的にですますしか使わないんだけど、でも、やっぱりタメ口を話すことになって、距離近くなった気がする。そうだね。全然違う。やっぱり、敬語で話すと、なんか、近いんだけど、なんか壁がある感じがする、私は。多分人によって違うと思うけど、私は、そうだね。タメ語で話すのと、あとタメ語になったら私結構関西弁になるから、今は標準語に変えてるけど、そう。キモい。自動スイッチ。キモいって言われた。キモいって言われた。キモいって言われたよ。でもね、カメラ回すと標準語スイッチオンになる。これも職業病ですね。職業病です。さっきまでね、すごい、関西弁だったから。これ関西弁で喋ってもいいの？やってみよう。やってみる？やってみよう。ちょっと帰られへん。いや、言ってる。帰れたわ。そう、だから、関西弁で喋ったら、やっぱり素の自分が出るから、素の自分を出してる感じがする。わかる。そう。だから、今日、関西弁で喋ってみて。なんか全然違う。なんかやっぱね、近くなった気がするよね。だからね。そう。でもちょっと勇気いったよ。そうなの。なんか、さゆりさんに敬語やめませんかって言ってもいいかな、大丈夫かなって思ってたけど、言ってよかった。全然大丈夫。逆に私はなんか、先輩として見てたから、今まで。なんで？めっちゃ成功してる YouTuber みたいな。いや。だから、なんか恐れ多くて、恐れ多いって難しい言葉だな。ちょっともう、尊敬の、域に入ってたから、タメ口を使うっていう発想がなかった。仕事上で会ってるし。でも、話せて、すごく、近くなった。そうやな。ね、そうやな。そう。ね。でもなかなか聞く人が少ないんじゃないかな。ずっと敬語で喋ってても、だって何年ぐらい喋ってる？ 2 年ぐらいじゃない？2年ぐらい。まあ、オンラインで話してた期間が長いけど、直接会ったのは今年かな？今年だよね。今年かな？そうだね。今年の3月とかじゃなかった？そうだね。3人で、しゅんさんと。そう。そう。でも、ずっと敬語だったから、いきなりタメ語にしませんかっていうのはちょっと言いにくいけど、もっと近くなりたいなって思ったら、タメ語で話しませんかって言ってみるといいと思う。そうだね。なんか、英語に比べて日本語ってそうやって
ね、距離をね、測るのが難しくない？確かに。だから、まあ、これを見てる人は外国人の人だと思うから、その失礼にならないかなって思うのも大切だけど、思い切ってミクさんみたいに、なんか、もし自分の方が明らかに年上とかだったら、全然いいと。同年代だったら、そう、ミクさんみたいに聞いてくれたら、いいよって、とか、そうしようって言ってくれる人もいると思うね。そうだね。の方が多いと思う。確かに明らかに年上だったら、もう違う世代の人だったら、なかなか言えないと思う。尊敬の意も込めて。そう。そうだね。でもやっぱりタメ語の方がいいね。楽。そう、短いし。短いし。話すのめんどくさい。でもそうだよね。短いし、シンプルだし、いいよね。やっぱりね、敬語で話してる時ってなかなか素の自分出せない感じがする。しない？なんか素の自分なんだけど、なんか友達に見せる姿じゃない感じ？確かにまあ、なんか一つの壁は作ってしまうよね。それはあるかな。そうだね。そう。この問題が解決されてよかった。よかった。でもね、まだ未だにさゆりさんとミクさんって呼んでるの。確かに。気づいた、今。確かに。どうする？このままでいく。ニックネームとかあった学生時代とかさ。ニックネーム今ここで作る？今ここで作ってもいいよ。何する？でも恥ずかしい。なんかカップルみたいな。なんて呼ぶみたいなお互いのこと。何これ？なんで恥ずかしくなってんの？真っ赤やん。なんで？真っ赤じゃない。面白かったから。何にする？じゃあ昔、なんか、あだ名とかあったの？大学の時に、そんな、みんなじゃないけど、何人かにミクミクって呼ばれてた。ミクミク？ミクミクとかミッキュン。あ、ミッキュン。なんかダサくないミッキュン。なんか部活っぽい。そう。部活とか、あと大学の友達とかは、ミッキュンって呼んでた人もいたね。でもなんかダサいからやめてほしい。何がいいかな？やっぱミクさんかな？ミクちゃん？ミクちゃんもだって、なんか壁があるから、ミクでいいんじゃない？ミクでいいか。ミクで。じゃあ私はなんて呼べばいい？さゆりでいいよ。さゆり？さゆりで。この気まずさ伝わりますか？こういう感じ、日本人同士でも。さゆりで、いいよ。さゆりでいい？オッケー。さゆり？何これ？何の動画これ？じゃあ、あだ名決まったね。あだ名っていうか、普通に呼び方を決めました。そうだね。なんか一番最初はやっぱりさん付けだよね。同年代だろうなって思ってても、いきなりさゆりって言えないじゃん。確かに。海外だったら、Hey さゆりって言えばいいけど。あと、やっぱ、日本だと上の名前で呼ぶことが多いよね。確かに。でもね、私たちは下の名前で。そうだね。上の名前っていうのは名字のことで、下の名前は何？名前？名前。ファーストネームのこと。そう。そうだね。仕事の友達、同僚とか、仕事関係の知り合いとかだったら、上の名前、名字で呼ぶことが多いかな？多分。佐藤さんとかね、鈴木さんとか。そう。でもどうだろう？なんか海外の人にさゆりって呼ばれても、別にその違和感がなくない？もう全くない。ないよね。全然、ミクさんって呼ばれるよりミクって呼ばれる方が嬉しい。ああ、そうなんだ。私はさん付けの方がいいかな。最初は？わかんない。最初はね、私結構、最初のハードル高い人だから。ハードル高いの？ハードル高い。誰にでもオープンじゃない。そうか。最初はなんか、やっぱちょっと日本人っぽいかも。型から始まるみたいな。さん付けで始まって、で、本当になんか同年代だったり、すごく似ている仕事だったり、すごく気が合うとか、友達の人には、全然なしでもいいけど。でも多分、そっち派の人が多いと思う。そうだね。日本人は。そう思う。そうだね。
だから今でもなんか、ミク先生って呼ばれるのが、なんか変な感じがする時がある。あ、確かに、さゆり先生はちょっと、違和感がある。ミクでいいよって言ってる。そうなんだ。生徒さんとかにも。そっか。日本人の友達が欲しいって思う海外の方って結構いるじゃん。この距離の縮め方ってどうしたらいいんですか？難しいよね。その状況にも結構よると思うよね。その、初めて会った状況。例えば、バーとか、居酒屋とか、クラブとかであったら、敬語で話すのはおかしいでしょ？確かに。でも、例えば仕事であって、急に年が近いからって、タメ口で話すのもおかしいじゃん？だから、そのやっぱり場面っていうのがもう大事だと思う。そうだね。そう。で、いきなり、タメ口で話すのをやめた方がいい？やっぱり。それはなんかもう、引いちゃう？そうだね。だから最初は敬語で話して、タメ口で話したかったら、タメ口で話しませんかとか、もっと、何々さんと仲良くなりたいので、タメ口で話しませんかって言ったら、いいと思う。そうだね。で、いいよって言ったら、そこからもっと近くなれる。逆になんか日本人からタメ口で話してくることもあると思うんだよね。あると思う。そういう時に、タメ口でも大丈夫ですか？僕もタメ口で話しても大丈夫ですか？とか、私もタメ口で話しても大丈夫ですか？って聞いたらどう？いいと思う。そうだね。逆に、海外の人に対して、あんまりこう、硬くない日本語、カジュアルな日本語で話す日本人も多いかなと思う。そう。なんか日本人同士だと、そのルールがあるから、最初は敬語で話さないといけないっていうルールがあるから、絶対そうするけど、海外の文化はカジュアルな話し方っていうのが分かってるから、海外の人に対して、どこから来たのっていう人もいると思う。最初は敬語で話して、で仲良くなりたかったら、うち来るとか言う人もいるしね、急に。確かに。おじさんとかね。確かに。そういうノリの人には、行っていいんですかみたいな感じで。いるね、時々。そう。大阪とかよくいるよね。飲んでくみたいな。うちで飲んでく。確かに。そう、だからまあ、なんだろう。何の話してたんだろう。私たちは友達になりましたっていう報告の動画です。何の報告やねん。でもね、やっぱリラックスしてる風に見えると思う。今までの動画より。どうだろう。そうだね。そうだと思う。ね。比べてみたら全然違うと思う。前まではなんか、さゆりさんはどうですか？ミクさんはどう思いますか？こっちの方がいいよね。こっちの方がね、やっぱ自然だと思う、今は。はい。ということで、どうやって友達になったかでした。はい。じゃあ、またね。バイバイ。